普段会社で働いていると、いろいろな人と一緒に仕事をすることがあると思います。その中で部署の方向性を決めたいが、何から手をつけたらいいのかわからない。一生懸命働いているのになかなか成果に結びつかない。といったことで悩んだことはありませんか？こうした問題は視野の狭さから生まれている可能性があります。視野が狭いと現状を客観的に認識できない。今までの経験や既成の価値観の範囲内でしか物事を考えられない。散発的な対症療法に終始してしまうといったことが起こり得ます。では、どうすればより広い視点で物事を考えられるようになるのでしょうか。過去の動画では、個人、組織×内面、外面のマトリクス、および具体、抽象×フロー、ストックのマトリクスを紹介してきました。この動画では、視野を広げるための具体的な方法として、様々なマトリクスによる思考法を解説します。まず最初に紹介するのは、個人、組織×暗黙知、形式知のマトリクスです。ここでは横軸に個人と組織を、縦軸に暗黙知と形式知を配置しています。早速ですが、具体的な使い方を見ていきます。ここでは NC 旋盤などで使用する刃物の研ぎ方を例に挙げます。一般的にも刃物の研ぎ方のような技術が求められるような業務は OJT で教えられることが多いと思います。OJT では手の感覚、力加減、研ぎ角度などを直接見せながら教えます。熟練者の暗黙知が教わる側との直接的な経験共有によって伝わっていきます。このような指導は熟練者個人が経験を直接共有するという点で、マトリクス上では個人、暗黙知の領域の話となります。また、教える内容をマニュアル化している会社も多いでしょう。例えば刃物の角度は〇〇度が理想、刃物の模様がこのようになれば OK など、研ぎ方のポイントを言語化し、マニュアルや動画を作成します。マニュアルによって個人の感覚的スキルである暗黙知が他人にも理解できる形式知に変換されます。よってここではマニュアル化を個人かつ形式知の領域に配置します。次にマトリクス上での組織かつ形式知の領域の話に移ります。例えば工場の関係者で集まり勉強会を開催し、加工種類や材質ごとに異なる研ぎ方を皆で共有します。熟練者同士であっても得意分野は異なりますし、微妙にやり方が違ったりするものです。異なる形式値を組み合わせて新たな値を創出することができないか考えてみると良いでしょう。また、知識が暗黙知のままだったら他人と共有することは困難なので、やはり一度マニュアルなどで言葉や写真に整理して知識を形式値として整えた上で他人と共有することが理想だと思います。勉強会などで新たに生み出された形式値について、例えば工場全員が習熟する、体で覚えるまで何度も実行して染み込ませるといったことが求められることもあるでしょう。このような場合は、形式値を暗黙値に落とし込む作業となります。新たに作成したマニュアルを見て実践し、感覚を身につける。また、何度も繰り返し実践し、形式値を暗黙値に変換していきます。このように、マトリクスの4つ領域全体で学習サイクルを回すことで、個人だけでなく、組織全体でスパイラル上にレベルアップしていくことが可能となります。今までの話を聞いて、理想はそうかもしれないけども、実際はそんなにうまくいかない、なかなか人材が育たないと思った人もいるのではないでしょうか。確かにそのような面はあるでしょうが、
ここでは一度自身でやり残しているようなこと、自分の工夫で何とかなり得ることはないかということを考えてみます。例えば OJT で指導していると言っても、一度もしくは数回見せただけということはないでしょうか。一度教えられただけで覚えれるのであれば、私たちは学生時代にあんなに勉強に苦労しなかったでしょう。同じことを授業、宿題、テストなどで何度も何度も繰り返し勉強して、初めて問題が解けるようになったはずです。自分が分かっていることは相手も分かっていて当たり前と思ってしまいがちですが、相手が本当に理解しているのか都度確認し、必要であれば教え方を変えながらいろんな角度から教えるということが必要かもしれません。また、口頭での説明だけで済ましているということはないでしょうか。誰しも記憶力には限界があり、いつまでも同じことを覚えてはいられません。教わる側もメモを取る姿勢は大事です。ただ、マニュアルを作っておくと、教える側も教え漏れ、教え忘れを回避できるようになります。マニュアルがなく口頭だけの説明だと、実際は自分が教え忘れているのに教えたものと勘違いして、前に教えたのになんで覚えてないんだと相手を叱ってしまうということが起こるかもしれません。不要なトラブルを避けるためにも、また自分の思考の整理のためにも、なるべくマニュアルを作成してみるといいと思います。実際、組織で集まって定期的に勉強会を開いている会社はどれだけいるのかわかりませんが、そこまで多くないような気がしています。職場では一目置かれているような熟練者でも、実は部分的にはさほど知識があるわけではなく、他の人のやり方の方が効率的だったりすることもあると思います。そのようなことを組織で共有するためにも、勉強会など何かしら共有の場は大事なのだと思います。このようになかなか人が育たないという中にも、まだ自分ができることが残っている可能性はないでしょうか。教わる側のやる気の問題と思考停止していることはないでしょうか。自分にできることはもっとある可能性はないでしょうか。一方、そこまで至るには OJT やマニュアル化を一定程度以上のレベルで行っている必要があるため、なかなか難しいという現実はあるのだと思います。何度も見せたいのは山々だが、そんな時間は取れない。日々の生産に追われてマニュアルを作る時間がないというのは、どんな会社であれ、多かれ少なかれ感じていることだと思います。そのような状況の解決のための一つの案として、動画マニュアルとスマートグラスの活用を考えてみます。マニュアルは Excel などで紙媒体で作成、使用することが多いと思いますが、動画でマニュアルを作成します。例えば今回のような刃物の研ぎ方のような作業では、実際紙に書かれたマニュアルを見るだけだとなかなか内容がわかりづらいということがあると思います。それを実際に熟練者が刃物を研いでいる様子を動画に撮り、マニュアルとして活用することで、例えば刃物を持つ時の姿勢、刃物の持ち方、研ぐ時の視線、研ぐスピードなども含めて録画することが可能となり、今までよりも分かりやすいマニュアルとなります。また、そのように作成した動画マニュアルを社内で公開し、いつでも何度でも閲覧可能にしていくのもいいでしょう。現在はプレイングマネージャーが多く、ある程度の役職者でも自分個人の担当業務があり、なかなか時間を捻出するのが難しいといったこともあると思います。そのような中、新人から質問が来ても、ちょっと待っててと言わざるを得ないこともあるでしょう。しかし、基本的な事項は動画でいつでも確認できるような体制にしておくと、上司の負担も減りますし、部下も上司に気兼ねなく質問できるようになるでしょう。また、動画マニュアルを作るのはいいものの、
動画の撮影には手間がかかります。具体的には、撮影される側の作業をする人とは別に、撮影者が必要ですが、その撮影者はどこから呼んでこればいいのでしょうか。皆自分の仕事がある中で、なかなか動画を撮る係の人を見つけるのも大変だと思います。そのような時にはスマートグラスが使えると思います。スマートグラスがあれば、作業者自身が動画の撮影が可能となります。また、実際の作業者目線の動画が撮れるため、例えばマシニングセンターの段取り替えなど、限られたスペース内での作業でも明瞭な動画が撮りやすくなります。さて、ここで個人組織×暗黙知形式知のマトリクスについて振り返ってみます。このマトリクスでは4つの領域、つまり個人かつ暗黙知、個人かつ形式知、組織かつ形式知、組織かつ暗黙知が存在します。今回の事例では刃物の研ぎ方を例に OJT、マニュアル化、勉強会、工場全員が習熟という理想的なサイクルを考えてみました。このように理想的な学習サイクルは何かを整理する際にこのマトリクスは使えることが多いと思います。また、そのようなサイクルの中で実際にどこで行き詰まっているのかを確認し、解決策を考えていく際にも有効となるでしょう。二つ目のマトリクスとして、個人、組織×インプット、アウトプットのマトリクスを説明します。このマトリクスでは、縦軸に個人と組織、横軸にインプットとアウトプットが配置されています。ここでは営業の拡大を事例に説明していきます。製造業の営業部で独自の情報収集や良い考え方により個人成績が高い営業マンはいるが、営業部全体の底上げを図りたいとします。現状と目標をこのマトリクスで表現してみます。現状として個人的に良いアウトプットを出している人がいる一方、営業部全体では改善の余地があり、全体で高い成果を上げるのが目標となります。まず個人かつインプットの領域に注目してみます。成績の高い営業マンはどんなインプットや考え方、行動をしているのかを分析して整理してみます。例えば読書、業界情報のネットリサーチ、業界の人脈形成に精力的というようなこともあるでしょう。これらのインプット情報をもとにいろいろと検討し、結果として質の高い提案や臨機応変な対応が可能になっていると、ここでは整理しています。先ほどのインプットとアウトプットの流れはあくまで営業マン個人レベルの話でしたが、ここでこれらのことを組織全体に水平展開できないかということを考えてみます。ここで営業の仕事は担当企業の違いや担当製品の違いなどがあり、一概にまとめることなんてできない。外出して営業周りをすることも多いし、人それぞれのやり方があるんだという意見の方もいるかもしれません。確かにそのような面はあり、各担当者で仕事が俗人化しやすいこともままあるのは事実だと思います。しかし、そんな中でも各営業マンの業務の共通項を整理し、改善に活かせるかどうかが腕の見せ所となります。例えば、新たなシステム導入などにより、今までよりもお互いに情報共有しやすい仕組みを構築することが考えられます。すると、誰か一人の営業マンが仕入れた情報が、他の営業マンにも有効活用されたりすることが増えてきます。インプット情報だけでなく、仕事の進め方、考え方などのスキルも共有できるとなお良いでしょう。ある意味この動画も、ものの考え方を共有するための動画と言えます。リアルの場での勉強会に限らず、
場合によっては動画配信なども視野に入れて共有してみるといいと思います。そのような取り組みの結果、営業部全体で高い成果を出せるようになることを目指していきます。今までの話を振り返ると、いきなり組織全体の成果を求めると、例えば、もっと頑張れといった精神論でいきなり成果を求めてしまいがちですが、そうではなく、急がば回れの考え方で、一度情報や仕組みを整理した上で取り組んでいくと良いのではないかというお話をさせていただきました。具体的な取り組みとしては、例えば、顧客管理システムの導入、日報の電子化、RSS リーダーの使用などにより、各営業部員同士が容易に連携しやすく、また新たな顧客情報をいち早く取得できるような体制づくりを行うことが挙げられます。最近では営業関連でも様々な DX ツールが出てきています。新しい DX ツールの導入などにより、働き方を効率化していくことも検討できるでしょう。このように、個人のさらなる頑張りだけに頼らないような仕組みづくりも大変大事なこととなります。3つ目のマトリックスとして、日常創造×インプットアウトプットのマトリックスを紹介します。縦軸に日常と創造が、横軸にインプットとアウトプットが配置されています。早速ですが、具体例で見ていきます。例えば、新技術の開発において、既存技術では頭打ちなため、新しい技術を開発したいといった悩みがあるとします。この悩みをこのマトリックスで表現してみると、現状は今までの技術でだいたい今まで通りの方法で作った成果物が主である一方、例えば新たな技術を用いて創造を行い、新たな価値を創造していくことが求められていると言えるでしょう。ここで改めて毎日の業務を確認してみます。例えば、日々図面を書いていたとしても、それはマイナーチェンジの依頼がほとんどであったり、何か改善したとしても、既存ツールの使用方法のブラッシュアップにとどまっていたり、といったことはないでしょうか。そのような過去の続きの業務だと、結果として生まれるアウトプットも、既存図面の微修正や既存技術の水平展開といったものになります。新しいアウトプットを創造するには、新しいインプットが必要です。創造的な考えを刺激するようなインプットは十分足りているでしょうか。例えば新技術をネットや商社伝いで探索したり、気になったものはデモを依頼したり、試作やテストを実施してみたりといったことは、日常の中でどれだけの時間を割いているでしょうか。例えば 3D CAD を新たに導入することで新しい製品形状が描けるようになる。CAD-CAM を導入することで新しい製品形状が作成できる。3D プリンターを導入することで新しい生産方法が可能となるなどが考えられます。このように時には目線を高くして新たな技術の有効活用方法を考えてみるのもいいでしょう。最後に4つ目のマトリックスとして問題、対応×具体、抽象のマトリックスを紹介します。ここでは横軸に問題と対応が、縦軸に具体と抽象が配置されています。具体的な例として品質不良の対応について見てみます。ここではいくら改善指導をしても品質不良が減らないといった事例を考えてみます。例えば、ある製品でネジ切り忘れが発生することが多く、その都度口頭注意をしていましたが、何度も同じ間違いが繰り返されるといったことがあったとします。ここで一つの製品でのネジ切り忘れから、
もう少し視野を広げてみます。もう少し抽象的な視点で物事を捉えてみます。すると、ボール盤工程での加工忘れが頻発しているといったことが分かったとします。実際、当初問題視されていたネジ切り忘れもボール盤工程であり、他の製品でも似たような不良が発生していたとします。そこで、今までボール盤で加工していたネジ切り工程をタッピングセンターでの自動加工に切り替えをする。作り方自体を手作業から自動加工に変更するようにしました。その結果、ネジ切り忘れの不良がなくなったとします。もちろん当初問題となっていた製品でのネジ切り忘れの不良もなくなりました。今までのお話を振り返ってみます。最初は口頭注意という対応をしていましたが、この時は起こった問題を具体的な個別事項として捉えていました。個別事項という認識であるからこそ、それに対する対応も個別的なものしか思い浮かばなく、口頭注意という結果になっていました。問題を深く考えていないと、このような思考に陥りがちです。何か問題があったときに、条件反射のように思いつく対応をするだけでなく、一度立ち止まって視野を広げ、一見遠回りに見えるかもしれませんが、抽象的なアプローチから攻めるといった方法も考えられます。なお、これまで説明した4つの事例はあくまで例であり、会社ごとによって置かれている環境や前提条件が違うので、実際の対応方法は各会社ごとで考えていただく必要があります。最後に、この動画で紹介させていただいた4つのマトリックスを一覧で示します。今回出てきたマトリックス以外にも、実はいろいろなマトリックスが考えられます。個人か組織か、暗黙知か形式知か、インプットかアウトプットか、創造か日常か、具体か抽象か、ストックかフローか、内面か外面か、理性か感情か、直感か実行か、過去か未来か、事務所か会社全体か、自分か他人か、技術スキルかヒューマンスキルか、原因か結果か、ミクロかマクロか、部分か全体か、個別事象かメカニズムかなど、縦軸と横軸には様々なものが設定できます。今回取り上げた4つのマトリックスはあくまでも一例です。目的に合わせて最適な軸を設定し、実務の整理や新しい着想に生かすことが本来の目的となります。いろいろな軸の取り方を考えて問題解決に生かしていきましょう。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。